皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月21日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は161メートル53でした。おとといと比べると61センチの上げ、大事なことなのでもう一度言います。61センチの上昇です。今月25日までに155メートルまで下げると大見えを切ったあちらさん。その締め切りまであと4日となりました。現在まだ161メートル台ですから、目標の達成については極めて厳しくなっています。これについては後ほどみっちりみちみち解説します。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万3700立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒2万2000立方メートル。差分については毎秒8300立方メートル。2日前と比べて上流の寸丹観測所はマイナスの1800、三峡ダムもマイナス1000。上流の方のピークは一旦超えたようですが、三峡ダムへの流入は依然高い水準。まだ5月なので、この時期としては異例の流量になります。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2910立方メートル。前回と放流する量はほぼ変わらずです。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒2万1000立方メートル。単純に割り算すると 68% の発電状況で22基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べると今回も大幅にアップ。夜中にこんなに増やして下流の町は大丈夫なんでしょうか。三峡ダムと最上流ダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認してみます。こちらは2月からおとといまでの流量になり、交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムです。まずは上流にある高架波ダムの方から。濃い青のラインの放流量、そして水色のラインの流入量ともに大きな変化はないようです。2月からを振り返ってみても、渇水期間中はそれほど変動がないことがわかります。次は三峡ダムの状況について。ご覧の通り、オレンジのラインの流入量は先日急激に上昇。昨日の情報を載せるとピークは超えて、減少傾向にあるようです。そしてついにグレーのラインの放流量も大幅アップ。だいたい同じくらい量のダム操作に切り替えています。とにかく当局としてはダムの水位を下げたいと思っている時期ですから、流入量が大幅に下がるのを待つか、あるいはさらなる放流アップをするかのどちらかのはず。お伝えしている通り、下流では洪水が発生していましたから、当局の担当者は今頃、胃がキリキリしていることでしょう。西洋チャンネル。三峡ダムでは現在、5月25日までに水位を155メートルまで下げるという暫定目標を掲げています。本来は145メートルが最終的な目標なのですが、今年はとりあえず中間点を設けて、そこまで下がった時点でさらに水位を下げるのか、あるいはこのまま維持して、洪水シーズンを迎えるのかを判断するそうです。事後報告の記事が多いあちらさんですが、今年は少し様子が違う模様。官製メディアの発表を受けて、ここ2週間ほど、当チャンネルではこの数字に注目し、実績をネチネチとチェックしています。5月の11日あたりにニュースが出て、その直後は順調な滑り出しを見せます。ちょっとペースが速すぎるんじゃないかと思うほどの水位低下だったのですが、16日あたりから雲行きが怪しくなってきます。徐々に低下のペースは鈍化し、17日あたりから上昇に転じることに。理由は長江流域で記録的な大雨が降ったためで、下流の慶州では観測史上最大の降水量を記録。例によって洪水が発生することとなりました。昨日の時点で水位は161メートル付近、過去のデータから
水位を1メートル下げるには、ダム湖の水を7億立方メートルほど減らす必要があります。締め切り日までに暫定目標をクリアするためには、放流と流入の差が毎秒1万立方メートルをキープしなければならず、これはかなりきつい状況。上流の直近の流量を見ていると減少傾向にあるため、先ほどのグラフで言うと、おそらくこの辺りまで下がるでしょう。放流量を維持し続けるのなら、ざっくり毎秒8000立方メートルのギャップを実現できそうなものの、それでもまだ足りません。加えて、いつまでも流入量が下がったまま、というわけにはいかないようです。後ほどお天気コーナーで触れますが、週末にかけて長江流域では、また次の大雨が予想されています。しばらくすると必ず増水することになりますから、彼らの目標達成は極めて難しくなるかと。この流れで言うと、締め切りまでには155メートルに遠く及ばずということになりそうです。過去のデータと比較しても、今年がいかに遅いペースなのかは一目瞭然。残り5日、果たして思惑通りにことが進むのか、その実力とやらを見せていただこうではありませんか。さて、ここのところ中国の中部と南部では豪雨となり、各地で洪水が発生しています。こちらは三峡ダムのある湖北省の隣、湖南省の水門局が発表している情報で、今月1日から昨日までの累計雨量を示したものです。ピンクの地点が100ミリ以上、赤の地点が250ミリ以上を表しています。ご覧の通り、ピンクや赤のところがびっしりとなっており、今月いかに降っているかがイメージできるかと。ただ、これだけ見ても土地勘がない方は何のこっちゃになるかと思いますので、兆候と主要な地名、それと支流を追加するとこのようになります。いつもご覧いただいている方なら、聞いた名前が出てきて、イメージしやすいのではないでしょうか。直近の情報を見てみると、上流の寸丹観測所では流量が減少傾向、支流の右溝にある武流観測所では高い水準のまま。三峡ダムへの流入量はピークを超え、減少傾向。下流にある慶州、ここは前回の動画で観測史上最大の雨量を記録し、洪水になっている件をお伝えしました。三峡ダムからの放流が増えたことにより、昨日の夜の情報では流量は増加しています。東帝湖は衛星画像が雲に遮られて最近見ることができないものの、一旦下がっていた水位が少し上昇しています。さらに下って武漢、ここは支流の漢江と合流している場所で増水傾向。おそらく支流からの流れ込みが増えたことが影響しているかもしれません。三峡ダムより下流側を見ると、全般的に流量は多い状態にあることがわかるかと思います。中国の中央気象台では、向こう10日間の累計雨量予測をネットで公開しており、こちらは15日から24日の予測図。16日、17日、18日、19日、そして20日からと毎日発表していますが、ほとんど同じ場所がピンクになったままです。何が言いたいかというと、対象地域ではずっと雨、しかも強い雨ということになり、これは異常です。こんな状態ではどこかで洪水の一つや二つ発生しても、当然といえば当然でしょう。予想が示す通り、今月の29日までまだまだ雨が降るだろうということです。このチャンネルでは、三峡ダムのある長江流域を中心にウォッチし、月末にかけて大雨が降ると言い続けてきましたが、それは南部、沿岸部でも同じことです。最新の情報によると、昨日の夜10時の時点で、広東省にある恩平という町では、24時間雨量が648ミリと、ちょっと意味不明な数字が発表されています。場所で言うとこの辺りで、おそらく周辺地域でも相当降ったんでしょう。ご存知だとは思いますが、連日、広西チワン族自治区、広東省、福建省、海南島と南部地域では、大雨で川が溢れ、人々が途方に暮れる様子が SNS などで流れています。今後しばらく、今の状態が続くものと思われます。天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後3時までの様子。ダム周辺地域に目立った雨雲は見られず、予想通り小休止の状態。一方で、南部と長江の下流地域のここの部分。春先から梅雨前にかけて大雨になる典型的なパターンが現れています。すでに地盤が緩んでいるところでは、少しの雨でも災害が発生するかもしれません。今後の予想を見てみます。明日から来週にかけて、また強めの雨になりそうな感じ。
今日の三峡ダムの天気は最高気温が28度、最低気温が21度で小雨の予報。これを見る限り、再び長江流域では増水し、ダムの水位を下げるのはなかなか難しいような気はします。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。ラーメン名店を丸パクリか、中国北京の偽一蘭食べてみた、ほとんど油、ロゴ告示も店主どこが同じ？本家も対応を検討、FNN プライムオンラインが伝えています。記事によると、人気ラーメンチェーン一蘭を模倣したとみられる店舗が、中国北京で確認され、波紋が広がっている。テイクアウトで1杯59元、日本円で1350円ほどの偽一蘭の、その味は。食べた記者は、スープが非常に薄いです。ほとんど油の味で、豚骨の風味がほとんど感じられない。麺が中太で、コシのないうどんのような食感。本家一蘭は、公式サイトで注意を呼びかけているほか、番組の取材に対し、本件及び他模倣店舗の状況も含めて、弊社側でも把握しており、現在、法務部にて対応を進めておりますと回答した。以上、ラーメン名店を丸パクリか、中国北京の偽一蘭食べてみた、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、北京で確認された偽一蘭の件ですが、映像を見た方の中には、昔、話題になった偽ドラえもんを思い出した方もいたかもしれません。ロゴや外観だけでなく丼までかなり似せており、普通の人が見れば、本家と勘違いしても不思議ではないレベル。ただ、外見をどれだけ寄せても、肝心の味までは再現できなかったようです。記事ではスープは油っぽく、豚骨の風味も弱く、麺も本家とは別物という評価でした。やはり飲食は見た目だけでは成立せず、最後は味や品質で判断される世界なのだと改めて感じます。それにしても地方の片隅ならまだしも、中国の首都北京でこうした店が堂々と営業していたというのは驚きです。店主はどこが似ているのかと強気で話していたようですが、さすがに無理があるでしょう。多くの人は一目見て、本家を連想すると思います。さらに価格も1杯1350円とのことで、現在の中国経済やデフレ傾向を考えると、かなり強気な設定にも驚かされます。結局のところ、見た目だけを真似しても、品質や味が伴わなければ、長続きは難しいはず。こんな店は、しばらくすると消えてなくなるでしょう。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。ご覧の通り、本州にはがっつり雨雲がかかっています。ニュースによると、警報級の大雨になる恐れがあるとのこと。土砂災害などには注意と報道されていますから、十分に気をつけたいところです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。